ルドマックスボスです。タカさんです。本日は81年のレイトショベルのご紹介映像になります。はい、行ってみましょう。行ってみよう。ってたやつでオルドバックス車両の紹介ですね。81年1340のレイトショベル、フロントから、ロングですね、10インチ近いロングテレスコ35ファイで、この辺はスムースしてハンバーガードラムにぴったりですね。21インチフロント、リアは18インチですね。アップスイープマフラーでちょっと細いトランペットをダブルで入れてます。ハンドル周りはミニエイプって感じですね。ちょっと低めのエイプバーと、スポタンでも普通だね、これはね。スタンダードスタイルのスポーツスタータンク、サドルスプリングで、ベイツタイプって感じですね。そしていいね、 CC バーかっこいいね。角材でサビとちゃんとこれは止めてある。はい、止めてます。クリアでね、はい、でルーカスのスモールのテールランプと、お決まりのリブフェンダーの矢印を出してエイジングして仕上げたって感じですね。全部言っちゃったね、タカさん。大丈夫です。はい、じゃあタカさんに。はい、交代します。はい。T 様のご要望としては、やれ仕様ということで、作り物に関しては、ある程度錆びさせて、ただ赤錆びになってしまうんで、黒錆びに転換させた後に、そのままだとどんどん風化というか脆化というか進んでしまうんで、クリアで、塗ってそこで止まっているように、パッと見やれてるんですけど、もうこれ以上はならないよっていうにしてます。でやれ仕様なんで、なるべくその雰囲気を崩さないような、丸棒とかその辺の曲げ方とかシフトノブとかその辺はキラキラしないようなことを意識して、作りました。あと T 様のご要望として、最初私こういう CC バーでナンバーつけるときに、後ろの人に見やすいようにちょっと角度をつけるんですけど、そうするとこのリブフェンダー、これがちょっと見えにくくなっちゃうんで、っていうので、その T 様のご要望、あとはそうですね、私もそのご意見すごく参考になって、そう言われりゃそうだなっていうことで、ちょっと角度を直させてもらいました。ということは、足の位置は、ミッドハイ、ご要望なんですけど、どうしてもレイトショベルだとこの高音部がどうしても障害というか邪魔になってしまうんですけど、それにならないように、最初踏み替えというか純正のステップだともうちょっと短くて、そうするとやれ仕様とかだと、ここに一回足乗せてで踏み替えっていう方法もあるんですけど、ブレーキなんですぐかけれる方がいいかなっていうので、同軸ではないんですけど、あまりステップから足を動かさないで済むように、ミッドハイでありながらステップをその踏み替えないようにブレーキできるようにっていうので、この辺はちょっといろいろ考えて、ちょっとじゃあ一回またいでみましょうか。タカさんの身長は173から4です。でこんな感じの足の上がり具合。ありがとうございます。そんなに足の上がり方はきつくないですか？そうですね。最初ちょっと攻めすぎて、上がってたんですけど、皆さんのご意見参考にちょっと下げてます。それとタカさんあれだね、ミット、完全ミットはやっぱもっと後ろだもんで、そうですね。ミットフォワードだね。若干前にしてるね。それで
ちょっと下げてる、まあ、範囲の中でもその分膝の曲がりがねちょっと伸びるから楽になる。そうですね、あとは止まっとるよ、あとなんでしょう個人的に苦手なというか、ちょっと作業をためらう、はい、このタンクとかフェンダーのエイジングというか汚し、はい、この辺もまあいろいろ周りの方のやってるのとか教えてもらいながら、はい、ちょっと工場の方に秘密道具があるんでその辺でちょっとこう傷をつけながら、削りながら、あとはちょっと秘密の薬でちょっとサビをつけたりっていうのでやってみました。言えないことだらけなんですね、この辺は。はい。まあ多分やってる方からすればそんなに、はい、特別なことはしてないですけど、まあ時間を進めてるだよね。そうですね。はい。じゃあエンジンかけてってみましょうか。はい。はい。じゃあ解説しながらかけてってください。まずガソリンコックを、はい、オンにします。オンに、はい。で3回、はい、アクセルを煽って、はい、煽ったまま空キックを3回ぐらい、はい、そしたらキーをオンにします、はい、でほんのちょっとアクセル開き気味で、はい、本キック、ありがとうございます。はい、一発でかかってはい、よかったです。でも圧縮がすごいしっかり効いてキックがグッと重そうですね。結構圧縮がしっかりあって走ります、いいですね。では商談の時のお話に移っていきます。オールドマックス横浜 T 様ですね。今言ったように1340ですね、はい、パンチがやっぱり1200よりも歯切れがよく音がシャキシャキと、はい、一番最初はご家族で子供さんと奥様と見えて、はい、商談した時は74スプリンガーでフロントは普通の、まあ、ストックサイズの長さで後ろ16でしたね。2116でまあオーソドックスなスタイルというか黄金比で、まあ、いい感じなオールドスクールな感じを作ってたんですけど、はい、途中からいろいろに影響されたのか、はい、テレスコのハンバーガーで行きたいっていうことで、はい、でまあ前を上げてもう写真を送られてきて自分のこの後ろから見た時のこの手の上げ方のスタイルっていうのがもう決まっていて。はい、でまあその画像をいただいたりして、まあ、長さ、そこからだいたいまあこのぐらい伸ばさないと、まあ、そのスタイルにはならないなと、はい、それとあとはまあ手の上げ方で、まあ、ハンドルだけで上がるじゃなくフロントから上がって、はい、ここはあまり高くないようなものがお好きということでこのスカイエイプとかね、はい、高いものもあるんですけどそれをあえて低くしてフロントを上げたって感じですね。であとは塗装も最終的にいろいろ悩んで、まあ、ある画像を送られてきて、はい、こんな感じでと、でそれがメタリック入りのちょっとキラキラした感じの、まあ、画像だったんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろご予算とかもろもろでソリッドでメタリックをやめてその同系色のソリッドでフルっぽい感じにしたいっていうふうになって、これでこのからし色ですか、はい、何色ですか、からし色っぽいからし色、はい、
まあ、黄色でありながら黄色まあ、ブラウン系の黄色みたいな感じで、は色見本の色を大体こう選んでいただいて、いはいこの色に落ち着いた、はいそんな感じですね。うであとまあやれ仕様ということで、はい乗りながら風化もさせたいんだけどやれも欲しいよっていう感じだったと思います。はい、んこれさっき言ってたハンドルではあまり上げず、うん、フロントフォークで上げてでその後ろにちょうど映ってる車両たちがその逆を言ってる車両があるのかなと、そうだね。これを高くして、まあこれがストックサイズなんで、まあ、はいフレームが下が平行はで、例えば16だと真平行なんですよね。いはいこれが16であっても、まあ、21であっても、はいだいたいこう平行なんですけど、後ろを例えば18にすると、はい少し前下がりになるの場合は、例えば2インチ4インチ6インチはいオーバーっていう形で伸ばした方がバランスは、まあやっぱ前が下がるよりもはい前が上がってた方がバイクはかっこいいんで、前下がり気味にまで18インチに後ろ変えるとなるもんなんですね。タイヤのハイトによっては、はいはいはい、メーカーによってはギリならないものから、はいまあほとんどなるかなと。で大きいでホイール大きいタイヤ大きいで取っちゃうとうん前下がりになる、ですね。これタカさんちょっとこの後ろに並べてみてもらってもいいですか。こう見るとこれがはいまあ上がってますね。このフレームがはい前上がり、まあほぼ平行、はいはい、で後ろがまあこれでもまあ少し前が上がってるんですよね。で18で2インチぐらいこう上がってきてしまうと、はい前が平行もしくはタイヤのハイトによってははい若干下がり気味に、真平行だとねちょっと前下がりに見えがちだもんですから、それでもってこと、うん、18にするとまあ前は、上げた方が、まあ、タイヤで上げることはもうほとんどできないんで、フロントフォークの長さを変えていくと。これ今スプリンガーの純正の長さで、うんテレスコのおよそ10インチアップぐらい、 10インチ10インチオーバーぐらい、うんそうするとスプリンガーの方が2インチ短いんでしたっけ、純正がテレスコと比べて。そうテレスコは20インチが一応まあノーマル設定になるから、まあ物だけで比べると同じストックサイズがテレスコの方が2インチ長いみたいな、はいはいまあ4インチのものもある、4インチ長い場合もある。じゃあ今はおよそ12インチぐらい、うんこれ2台比べると差がある、長さの差がそうちょっと2人とも乗車姿勢をとってもらって、そのハンドルで手が上がることとフロントフォークで手が上がることのどんな体勢の違いが出るか、こんな感じで信号待ちみたいですけど、ありがとうございます。極端にハンドルだけで上がっていくと、うんいわゆるチョロスタイルみたいなそうだね、これがね感じになっ使えるてくるんですね。まあ、チョロの場合は今度タイヤがはい16インチぐらいに、あー両方太の方がチョロらしい。はいはいはい。じゃあちょっとこの車両の話題に戻りましょう。あとはお客さんからはそうですね、さっきタカさんが言った、まあ、このナンバーの、まあ、ナンバーの角度を言われたわけじゃなく、そこを見せ矢て印がちょっともっと隠れるように逆にフェンダーを出してくださいって言われたんだよね。そうすると、まあ、ちょっとその取り付けよりもナンバーが寝てる分、まあ、収めれば十分見えるかなっていうところでこっちにしたと。でまあ方向でこの CC バーのこの角度にね、まあ、こう沿うようにちょっとこう上の方が出て、はいまあ、後ろに倒れてるっていうのは、まあ、CC バー特有のナンバーの付け方でもあるから、これはこれでかっこいいスタイル。で高さん真面目だからこれを見えやすく後ろの人に、まあ、不真面目な僕はこっちで真面目な高さんはこっちと。でもあれですよね、印象的にはまあどっちも後方の視認性は結果的に問題ないレベルなんで、あんまりこう整列が取れすぎてると、うんやっぱり見た目のイメージも真面目なイメージには作り手と同様にまあ、なってくるこのバイク自体で真面目かっていうとね、それはまたどうかわかんないけどチョッパーだからねあとはそうですね、まあ、CC バーの形なんかは、まあ、ある程度こう
角材使って、はいまあ、V にっていうことは言われてたんですけど、もうはい細かい仕様はもうお任せなんで、あーはいはい、まあちょっとかっこよくできたんじゃないかなと。雰囲気合ってますよね、うん車体と。お客さんは、まあ、画像で見ていただいて、気に入っていただいて、まあ、はい楽しみにしてくださってるもうじき納車でね。はい。タカさんの一番のお気に入りポイントはどこになりますか？今までスプリンガーがほとんどだったんですけど、あ、はいはいはい。でこの車両で初めてテレスコあ、そうなんですね。で、はい。すごい軽くて乗り味も、はいちょっとスプリンガーの方には申し訳ないんですけど、はいすごく何ですか、乗り味も良くふかふかてですよね、比べたら。すごい軽いし、はい。結構攻めたスタイルなんだけどすごく乗りやすい。ワイドと違ってやっぱナローだから、それもあって軽いっていうのもあるかもしれない。普通こうワイドでこの長さ伸ばしたらもうガンガンだもんね。そうすごくなんでもうこのテレスコのこのロングホークはすごくは今まではちょっと敬遠してたというか、まあ、食わず嫌いだったんですけどいいなって。い。あ、乗りやすい。はいじゃあタカさんの私物のナックルはテレスコで変わっちゃいますだいぶいろいろ変わってっちゃいます。やりだしたら。はじゃあ今スプリンガー乗ってる方はぜひ次回ご検討を。いそうですね。じゃあそんなとこでエンディングいきます。はい。T 様、長らくお待たせしました。見た目もかっこよくてすごく攻めた車両なんですけど、すごく乗りやすい、ものに仕上がったと思いますので、まあ、末永く楽しんでいただけたらなと思います。はい。この動画が面白かったり、興味を持っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録の方をお願いします。はい、お願いしますよろしくお願いします。せーの。オールドマックス